オペラ系ボイストレーナーのメッチです。今日はですね、声量を上げるにはどうすればいいのという話をしています。前回ですね、声帯から音が出て、それが管を通ることによって声になるよっていう話をしたんですけども、今回はですね、声量についてお話をします。ありますよね、声量が欲しいとか、声量をコントロールできるようになりたいなっていう方は結構いると思うんですけども、声量っていうのはそもそもどういうものかっていうのを説明していきます。ではですね、内容に入っていきます。声量を上げようとしてまず起こること、皆さんの体の状態として、声量を上げようとするとどんなことが起こってしまうか、これ傾向として、いくつか挙げていこうと思います。声量を上げようとしてですね、陥りがちな要素はいくつかあるんですけども、まずはですね、肩だったりとか首だったりとかに力が入ってしまう状態、あとはですね、喉が上がってしまって、ギュッてこうなってしまう状態、こういう状態があると思うんですけども、この2つなんで起こってしまうのかっていう話をしていきます。そもそもですね、声を出すという行為と力を入れるという行為が近いために発生するんですね。どういうことかというと、火事場のバカ力だったりとか、物を持ち上げる動作をするときにですね、実は人間、無意識に声帯を閉めています。声帯を閉じてですね。で、声帯閉じることによってどんなことが起こるかっていうと、体の中の圧力を高めて、力が逃げないようにするんです。例えばですね、重いものを持つときに、はぁーと息を吐きながら持ち上げてしまうとですね、ものすごく重く感じてしまったり、あるいは持ち上がらなかったりします。重いものを持ったりとかですね、力を入れたりとかするときに声帯を無意識に締めて人間っていうのはエネルギーをコントロールしています。そうするとですね、声を出すという行動と、力を入れる行動っていうのが無意識にリンクしてしまって、脳は力を入れるために声帯を締めるっていう風に認識しているんですけども、声帯を締めようと思った時に、大きな声を出そうと思った時に別のところに力が入ってしまう状態になります。これによってですね、声量を上げようとすると無意識に力が入ってしまうという現象が起こります。あとはですね、力を入れようとした時に同じく意識がリンクしてしまうのは顎だったりとか、噛み締めることによって力を入れる、声を出そうとした時に、噛み締めてしまう、顎に力が入ってしまうというのも全く同じような状況になります。ではですね、声量を上げるために必要な要素、声量ってですね、つまり声の大きさということになるんですけども、声を大きくするにはですね、いくつかのポイントがあります。これは、力を入れるとかそういうことではなくて、実質的に声量を操作するためにはどんなことが必要かっていう話をします。効率よく声量を上げるためにはどうしたらいいでしょうか。声を出すのに必要な要素を細分化していこうと思います。前回、声はどこから出ているかという話をしましたけれども、声は一体どこから出ているでしょう。そう、声帯です。声帯が振動することによって音が出ていました。この音を大きくするためにはどうしたらいいでしょうか。そう、声帯の振動を強くするんです。声帯の振動エネルギーが強くなればなるほど音響エネルギーが増大していきます。つまりですね、この振動を効率化できれば声量がどんどん上がっていったり操作できるようになっていきます。この、声帯の振動を効率化するために必要な要素、これが声帯を締める力、そして息の力なんです。この2つのですね、バランスが整うことによって声量が上がったり、声量を操作できるようになります。というのも、声帯を締める力が強まると、声帯自体の中の筋肉、活用度が変わります。振動した時の戻る力が強くなります。そして当たる力が強くなるんです。声帯、ペッ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 とこういう風に開いては閉じて、開いて閉じて、この当たる時のが音になっているんですけども、この時のですね、戻る力、そして当たる力がですね、強くなることによって音量が上がっていきます。そしてですね、息の圧力が変わることによって、これを押し広げる力、弾かせる力が強くなって、その振動自体が効率化されるということになります。このバランスについてはですね、今後の動画で解説していくんですけども、この2つを調整することによって声量が変わっていくことになります。声が小さい人、声が小さくて悩んでる人って結構いると思うんですけども、声が小さい人は大きく分けて2種類います。ワンパターン目は声帯が締まりきっていなくて声が小さい状態。これは息漏れ声という状態ですね。そしてもう一つは、声帯は締まってるんだけど息が少なくて音が出づらい状態の人。これが、喉締め声の状態になります。この2種類をですね、理解してトレーニングをしていくことによって声量だったりとか声質の改善が図れるようになります。というわけでですね、今回のチェックポイントです。声量を上げるために必要なことは1つ、声帯を締める力。2つ目、息の量と圧力。そして3つ目、その2つのバランスということになります。この3つをですね、ぜひ覚えていただけたら嬉しいなと思います。オペラ系ボイストレーナーメッチでした。